今回の旅の目的地、デンマークの首都コペンハーゲンに間もなく到着します。古き良き街並みと世界に誇るモダンなデザインに触れながら観光名所を巡ります。入国審査を抜けたら案内サインに従って地下鉄の駅まで3分ほど歩きます。外の景色を見ながら進むのは空港の地下鉄の駅が地上にあるからです。日本とは異なり、鉄道や地下鉄の駅に改札はありません。チケットは持っているだけでよく、通常は誰にもチェックされません。コペンハーゲンを中心に観光するなら、コペンハーゲンカードのアプリを使うのが便利でお得です。旅行前にアプリをダウンロードしてチケットを購入しておけば、コペンハーゲン空港でカードをアクティベートするだけで OK です。24時間券から120時間券まで時間別に5種類あって、この時間内なら公共交通機関が乗り放題になります。また、主要な観光施設の入場料も無料になり、位置情報を取得して近くにある観光施設を確認できる機能も便利です。空港からコペンハーゲン中心地までは地下鉄で15分くらいです。地下鉄は色分けされた4つの路線がありますが、空港は黄色の2番ラインの始発駅なので、来た列車に乗れば大丈夫です。クリスチャンハウン駅で地下鉄を降りたら、まずは救世主教会の塔に登ってコペンハーゲンの街を一望します。救世主教会はデンマークで最も有名な教会の一つで、建物内の階段が250段、屋外の階段が150段、頂上まで合計400段の階段を上るのが人気のアクティビティになっています。毎年20万人以上の人々がこの階段を上るそうです。混雑時には入場制限がありますので、オンラインで時間指定のチケットを事前に予約しておきましょう。階段や通路はとても狭く、エレベーターもないので、体力が十分に残っている午前中に塔を登るのがいいかもしれません。建物内にある250段の階段を登りきると、パノラマビューを楽しめる展望デッキに到着します。ここから最後の150段の階段を登るのですが、高さが90メートルあるので、高所恐怖症の方は屋外の階段を登るのは難しいかもしれません。救世主教会からニューハウンに移動すると、衛兵が道路を行進しています。アマリエンボー宮殿で正午から始まる衛兵交代式に向けて衛兵が移動しているようです。衛兵交代式といえば、イギリス・ロンドンのバッキンガム宮殿が有名ですが、デンマークにも王室があり、衛兵交代式の見学が観光客に人気です。最前列で衛兵交代式を見たい場合、11時半頃から場所取りをするのがおすすめです。衛兵交代式の規模は小さく、時間も非常に短いので、時間に余裕がない場合は他の観光名所を優先するのがいいと思います。コペンハーゲンは運河に囲まれた街で、水温が15度前後のことが多いため、海辺で日光浴をする人の割合が多いですが、泳いでいる人も見かけます。コペンハーゲンで暮らす人々は定員10名くらいのレンタルボートで家族や友人と食事や会話を楽しむのが一般的で、最近はボートやヨットを個人で所有することも一般的になっているようです。2016年に作られた歩行者と自転車用の近代的な橋の先にあるフードコートでランチにします。北欧のデンマークは物価が非常に高いので、食費を節約したい場合はレストランではなくフードコートで食事をするのがおすすめです。このフードコートにはデンマーク名物のソーセージやスマブロというオープンサンドイッチが売られています。私はデンマークの国民食であるライ麦パンにサーモンとエビをトッピングしたスマブロを注文しました。
ライ麦パンは腹持ちがとっても良いので、2切れでもなかなか食べ応えがあります。ランチを終えたらアマリエンボー宮殿の内部を見学します。1794年に当時の国王クリスチャン7世が住み始めたロココ様式のお城です。屋根にデンマーク国旗がはためいている時は、現国王のマルグレーテ女王が滞在していることを示しています。宮殿の左側にある入り口から建物内に入ると、無料のロッカーがあるので、ここで荷物を預けます。お土産を買える売店には誰でも無料で入れますので、宮殿内の見学をせずにデンマーク王室関連のお土産を見て回るだけでも楽しいです。宮殿内に入ると150年前からの王族の部屋の様子や、現在の国王マルグレーテ女王の生涯が写真付きで解説されています。マルグレーテ女王の父フレデリク9世は跡継ぎとなる男の子がいなかったため、1953年に国民投票が行われ、デンマークで女性の王位継承が認められました。フレデリック9世が1972年に崩御すると、マルグレーテは31歳でデンマーク女王となり、80歳を超えた現在も国家元首として王室の活動に従事されています。アマリエンボー宮殿から徒歩15分、ローゼンボー公園にやってきました。公園の西側にあるローゼンボー城は、1634年にクリスチャン4世が建てた宮殿で、国王の居城として利用されていましたが、1794年の火災をきっかけに国王の住まいはアマリエンボー宮殿に移りました。地下室にあるきらびやかな王冠が観光客に人気で、王室行事で使用されながら、普段は一般公開もされている世界で唯一の王冠です。ローゼンボー城に住んでいた国王は全部で11人いて、国王の名前はフレゼリクとクリスチャンの名前が交互になっています。続いてカステレット要塞にやってきました。星型の要塞でコペンハーゲンを守るために作られましたが、今は緑が豊かな公園として市民の憩いの場になっています。国鳥に指定されている白鳥を近くで眺めることができたり、とても気持ちのいい場所なので、ぜひ散歩してみてほしいです。カステレット要塞のすぐ近くには人魚姫の銅像があります。全長80センチの小さな銅像で、世界三大がっかり名所の一つとして有名ですが、多くの観光客が写真を撮りに訪れます。干潮のタイミングには人魚姫との距離が近いので、一緒に写真を撮りたい方は干潮のタイミングを見計らっていくのがおすすめです。デンマーク王立図書館、通称ブラックダイヤモンドにやってきました。黒く輝く外観が特徴的で、誰でも無料で自由に出入りが可能です。デンマーク王立図書館のデザインコンセプトは宝石箱。デンマークでは本を宝石のように大切に扱うと言われており、その意味も込めたテーマになっています。各階のフロアは波のような曲線のデザインが施されていて、6階から見下ろすと両脇の波打つ壁面が外につながるように対峙しているのがわかります。また読書専用の大きな部屋に入ってガイドブックを読みながら休憩することもできます。コペンハーゲンの街を一望できる塔、ラウンドタワーにやってきました。クリスチャン4世によって1642年に建てられた円形の塔で、1861年までは天文観測所として利用されていました。通路はスロープ状で長さは209メートル。救世主教会よりも登るのがとても優しいです。1916年にはロシアのピョートル大帝がこの通路を馬で駆け上がったそうです。途中に腰をかけて休憩できるスペースもたくさんあります。
タワーの中には無料のトイレや図書館もあり、時期によって特別展示がされています。私が来た2023年9月は人間と狼の関係を学べる展示がされていました。狼の剥製がとてもリアルで、狼が群れで狩りをする様子も学べます。螺旋状のスロープを7回半回転しながら登ったら、短い階段を登っていきます。階段の先には踊り場があり、展望台に登ろうとする人と展望台から降りてくる人がぶつからないように信号で制限されています。信号が青に変わったら最後の短い螺旋階段を登っていきます。コペンハーゲン中央駅の目の前にあるチボリ公園にやってきました。1843年に創設されて以来、コペンハーゲン市民の憩いの場であり、国際的にも人気な遊園地となっています。童話作家のアンデルセンも何度もこの庭園を訪れ、ウォルト・ディズニーやその他多くの有名人もこの場所に足を運んでいます。コペンハーゲンカードには入場料だけ含まれているので、アトラクションは別料金です。子供だけでなく大人も楽しめる場所になっていて、大人に人気なのは空中をぐるりと一回転するチボリ公園随一の絶叫コースターです。身長132センチ以上で利用が可能です。アトラクションの個別チケットは最安でも50クローネ、日本円で1000円かかります。アトラクションの乗り放題チケットは259クローネ、日本円で5500円なので、アトラクションを思う存分楽しみたい方は乗り放題チケットの購入がおすすめです。公園内にはレストランも立ち並びますが、値段が非常に高いです。チケット購入日であれば公園内は何度でも出入り可能なので、出入り口で再入場のスタンプを手首に押してもらったら公園の外で夕食をとります。チボリ公園北側の出入り口にはレゴストアがあるので、立ち寄ってレゴ作品を見るのも楽しいです。チボリ公園西側の出口の前はシティホールがあります。大晦日にはシティホールの時計台から花火が上がったり、サッカーワールドカップなど大きなイベントでデンマークが勝利した時はシティホール前に大勢の人が集まるそうです。マガジンというコペンハーゲンで有名なデパ地下にある惣菜コーナーで夕食を買います。野菜やパスタをタッパーに好きなだけ入れることができるので、ここでテイクアウトして街中のベンチに座って食べました。すっかり日も暮れたチボリ公園に再入場していきます。アイスクリームを食べながらライトアップされた公園内を散策するだけでも楽しいです。チボリ公園は夜10時まで、金曜日と土曜日は深夜24時までオープンしています。また人気のアトラクションは閉園時間ギリギリまで楽しむことができます。コペンハーゲン旅行の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。最後に Airbnb を使って民泊した部屋の様子をご紹介します。